番じまして模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はデアゴスティーニさんのスター・ウォーズ・ザ・マンダロリアンを組み立てします。こちらは試験販売分で探索団のミロさんからのプレゼントです。いつもありがとうございます。栃木県と群馬県で地域限定販売のものです。スター・ウォーズのマンダロリアンはシーズン1からシーズン3があるんですが、今回の組み立てはシーズン2のマンダロリアンがモデルになっています。創刊号は490円ですが、総額はいくらになるのか、何号で完結するのかも最後に紹介します。探索のチャンネルではデアゴスティーニさんやアシェットさんの週刊パートワークものを中心に紹介しています。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速大きさや素材、特徴などを紹介します。頑張っていきます。This is the way 我らの道ということで、マンダロリアンはスター・ウォーズシリーズ初の実写ドラマとなっています。2019年の配信開始して多くのファンを生み出しております。週刊スター・ウォーズ・ザ・マンダロリアンということで、主人公のマンドを徹底再現しています。さらに相棒のグローグとこの浮いてるやつ、劇中でかけるスウープバイクも同スケールで提供。ハイクオリティモデルを組み立てましょうということです。これが実寸大になります。マンドーはベスカーアーマーを装着したシーズン2の仕様を再現しています。アーマーと各種装備は脱着が可能です。各関節は可動式なのでいろんなポージングができます。グローグはホバリングプラム付きでご提供。ボディの一部交換パーツや小物類もついています。大きさは頭から足までが43センチ。グローグ自体は7センチで、ホバリングプラムを入れると10センチになります。で、こちらはマントをつけてない状態で、後ろ姿がこんな感じ。もうほぼね、この辺は金属じゃないかなと思います。これが横向き。それからこの主人公のマンダロリアンのマンドーという男は、幼少期の名前はディンジャリンとなっています。訓練を受けて名前を捨ててマンドーという名前で知られる賞金稼ぎとなりました。これが専用のバイクでスープバイク。これが77センチ。めちゃくちゃでかいですね。これも金属が使われているモデルとなっています。なのでこれに乗せれるこのポージングもできます。関節がしっかり動きますので、布製の服を着せた上に金属製のアーマーを装着します。そして各種アクセサリーを付け替えながら劇中のシーンやポーズを再現することができるそうです。見てください。布製のカバンにグローグを入れて肩掛けにしたり、抱っこすることもできます。かわいいね。はい、それではギミックを見ていきましょう。じゃん。まず頭のこのヘルメットは、このヘルメットを取ってはいけないと教え込まれているので、ヘルメットをかぶったままです。これが金属パーツで、右側の面のパーツが発光するセンサーにすることができて、スイッチで点灯します。右腕につけてるガンドレットは光ります。そして火炎放射用のエフェクトパーツもあります。多分この赤いやつ、このパーツが中が光るようになっています。それからこのウィップコードもついています。ワイヤーみたいになってるのかな。はい、背中には飛行用のジェットパックがついています。マグネットで簡単にガチャンガチャンとつけれる。これも大きそうですね。それから劇中に出てくるベースカートラッキングフォブ起爆装置っていう
ストーリーを演出するアイテムもついてます。このトラッキングフォグは賞金首を追う時に使うみたい。肩にはアーマーが金属で作られていて、ハイクオリティモデルにふさわしい質感と重量感を実現。それぞれマグネットで脱着できます。微妙な位置の調整にも対応。このガンベルト、こちらは弾丸などが収納できます。左腰のサーマルデトネータ小型爆弾も着脱可能。左肩のパーツにライフルのストラップを装着して背中に担ぐこともできます。手はいろんな数種類の手があるみたいなんですけど、武器を構えたりバイクのハンドルを握ったりすることができるそうです。それから指が自由に動く両手も付属しているそうです。なんかそれだけで良さそうですけどね。付け替えるのめんどくさいけん、なんか指が自由に動くのが1個あればいいような気がしますが、アイアンマンの時はもう全部の関節が動くやつがついていました。こちらはアンバンフェーズパルスブラスターっていう武器です。ここにスコープがついちゃって取り外しが可能。マンドに持たせることもできます。引き金も動きます。球弾もできます。ナイフは右腰のホルスターに収納できます。それとブラスターピストルもあります。読者プレゼントはダークセーバーになっちゃって、1から25号の応募券を集めたらこのダークセーバーがもらえるそうです。後でまた詳しく説明します。はい、グローグも作っていきます。耳パーツは3パターンあって微妙に違うんだね。付け替えることによって異なるニュアンスを楽しめる。なんか付け替えじゃなくて動くといいですけどね。そして洋服も着ています。布でできているので実際に着せる仕様で独特の質感を再現。これがホバリングプラムで、ホバリングっていうぐらいなので劇中では浮いています。だけどこういう直立したマンドに合わせた高さでディスプレイする専用スタンドもついています。これとこれはマグネットで着脱できるそうです。そしてこのホバリングプラムなんですけど、後ろ向きはこう、横向きはこう長い卵みたいな形をしちゃって蓋を閉めることができます。グローグが入るカバンが2種類あって、この四角いのはスープバイクについてるバッグです。これは右でも左でも使えるそうです。それから肩掛けのバッグで、これもすっぽり入るぐらいの大きさです。めっちゃ可愛いですね。グローグのお気に入りの操縦桿のノブやマンダロリアのシンボルをあしらったミソソウのペンダント、それから交換用の手のパーツが付属します。このグローグ自体も首とか手の関節は動きます。なのでシーンに合わせたポージングが楽しめます。かわいい。スープバイクの紹介です。こちらのハンドルはコードと進行方向を操作するハンドルバーで上下に動きます。それからマンドが自然な乗車姿勢になるようになっています。このグローグを乗せるバッグは左右に両方2つついてるらしい。付け替えれるかと思ったら2つあるんだって。それからフットペダルがついています。こちらも可動式です。で、今回作るマンドの足にぴったりサイズで作られているようです。で、前から見るとこんな感じで、後ろから見るとこんな感じ。大きさは77センチ、高さが18センチ、幅が17センチだそうです。でかいですね。こんな感じで専用台座があって、これも一緒に作ります。いろんなポージングができるので、ディスプレイパターンが無限大と書いてあります。音声付きのハイグレード専用台座も販売予定みたいです。こういうのはね、プレミアム定期購読になりそうです。別料金。こちらはダイキャストパーツで作られているようで、塗装もリアルにウェザリングしてあって、そのまま
かっこいい状態になってるみたいです。このスープバイクはマンダロリアンのシーズン2のチャプター9保安官で登場しているそうです。シリーズガイドはキャラクターについてドラマに登場するさまざまな登場キャラクターたちを紹介していきます。ストーリーガイドでマンダロリアンの物語各1話ごとの場面写真やコンセプトアートとともに紹介、名シーンを数々振り返っていきます。ビークル&スターシップではマンドーが乗っているレーザークレストや改造型 N1 スターファイターといったマンダロリアンに登場するたくさんの乗り物たちを紹介してくれます。ロケーションでは序盤に登場する氷の惑星パゴドンやグローグーと出会うことになったアーバラセブンなどマンダロリアンの舞台となった惑星や街を取り上げていきます。これ面白そうですね。はい、それでは創刊号早速作っていきましょう。創刊号で作るのはじゃん、ヘルメットっぽいこちらです。頭部、ライフル、重心を作る。サッシの外し方は真上に引く。これで取れます。試験販売の創刊号では頭部、ライフル、重心を組み立てていきます。大迫力スケールモデルの組み立てはまずはマンドーの頭部とライフルの重心から始めましょう。細かいパーツもあるけど手順はとてもシンプルです。ということでここにパーツリストがあって、パーツリストはこうちゃんとパーツの名前が全部入っております。それから気になるのはネジですね。ネジ ABC が入っていますが、こっちも袋付きで ABC って書いてあります。これはめちゃくちゃ分かりやすい。こうなってるだけで組み立てやすさが30倍ぐらい上がります。これはいい。ネジに名前がついてるし、さらにネジのサイズも書いてあります。これめちゃくちゃ親切です。それからキーンっていったね。これがおっとネジ止めしてある。ネジ止めじゃなかった、ワイヤー止めしてある。これは後にしよう。素材は書いてないんだけど、これもダイキャスト金属でできています。わお、こんな薄っぺらくできるんだ。すごい。左耳のカバーとかこの細長い系は重心ですね。よし、じゃあ作っていきましょう。厳重だな。まずはヘルメット顔面の裏側の6箇所。これじゃなかった、これだ。ヘルメットの顔面の6箇所、12345にこの黒いパーツをはめます。でここは B ビスで留めます。ということでちゃんと B って書いてあるのでめちゃくちゃ分かりやすいです。で付属のドライバーがついています。もうこれ家に100本ぐらいあるんだけど、誰か欲しい人いますか？100本は言い過ぎだな、盛りすぎた。よし、じゃん。いいね、ぴったり、隙間なし。次にこのヘルメットをここにガシャンとやるんですけど、こうして回転させてはめる。で C ネジで留める。これは平ネジなのではみ出ないように留めるらしい。いいかな。ちょっとネジが浮いてる。
カチャカチャはいいのかな。ちょっとカチャカチャする。カチャカチャしないようにここもネジ止めでした。ネジ。見えない。どこまで行くんだ。行ったんかな。ちゃんと全然はまってない気がするけど。これ一旦最初ネジ切ってからの方が良さそう。うわ、できた。これワッシャーネジにしてほしい。何これ。こんなもんかな。なんかネジで留めた意味ないんだけど。はい。そしたら短い方が前で、ちゃんと穴に入れんと折れる。ギュッギュッ。ここになんか穴が上に開いてるのを上にしてかっこいい。そしたら次左耳カバーをつける。じゃん。はい、これで今回のヘルメットは完成です。気になる。次はライフルの重心を組み立てます。このサビ感がめちゃくちゃいいですね。これに D 型の穴になっちゃうけん、これをそのままそしてここもまた D 型になっちゃうけん、どっちもだ。どっちかな。短い方を硬い。違う。ちょっと待てよ。いや、合ってる。買った。ギュッ。入った。あれ、この向きあったかな。いいんだ。 D 型だけこの向きにしか入らんけんいいんだね。そしたらまたこの D 型の穴に見える？あんまり見えない。これを刺します。ギュッ。入った。パチンと入りました。結構長いね。これでライフル重心が完成です。色がいいね。これで創刊号の組み立ては完成です。かっこいいね。それでは気になる総額です。こちらのスター・ウォーズ・ザ・マンダロリアンは全部で110号で完結となっております。金額は創刊号が490円、2から110号が1999円の総額は21万8381円となっております。特製マガジンケースは金額が未定でした。この真っ黒にスター・ウォーズのマンダロリアンって書いてあってかっこいいです。それからこちらの音声付きハイグレード専用台座、このディスプレイケースもついているんですけど、こちらの値段も未定でした。金額はすべて税込み金額です。試験販売から全国販売になったら金額が変わることがよくありますので参考程度にしてください。それから定期購読の読者全員プレゼントについて、こちらは創刊号から25号までの購読でダークセーバーミニチュア、こちらがついてきます。モデルと同一スケールなので完成したマンダロリアンに持たせれば名シーンが再現できるということで、これはブレードありブレードなしも楽しめます。こちらが
初代マンダロリアンタービズラによって作られたという黒い硬派を持つダークセーバーです。白い光に包まれたこの武器は数々の戦いで活躍しました。はい、こちらは全長26センチ ABS でできています。マンダロリアンをもう一度見たい方やまだ見たことない方、スター・ウォーズのマンダロリアンはディズニープラスのサブスクでしか見ることができません。概要欄にディズニープラスの URL も貼っておきますので、そちらから申し込みをしてマンダロリアン見てみてください。結構シリーズがたくさんあるので楽しめると思います。それでは2号以降の紹介をします。2号では9月3日発売、フラッシュライトとライフルとグローグの頭部を早速作ります。3号ではライフル右耳カバー、頭部ジョイント、左フロントアーム、結構盛りだくさん。そして第4号は9月17日発売、右フロントアームと右腕。5号では9月24日発売、フロントポストとフロントアームを組み立てます。5号までで結構形になりそうですね。最後まで見ていただきましてありがとうございました。今回は地域限定販売のスター・ウォーズ・ザ・マンダロリアンのギミック、総額、組み立てなどを紹介しました。探索のチャンネルではデアゴスティーニさんやアシェットさんの発売される模型の情報を動画でお伝えしています。興味のある方はチャンネル登録、いいね評価もお忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。探索でした。だんだんまた見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレ夢ムです。今回も探索の動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたね。公式です。で、今回作るマンドーの足にぴったりサイズで作られているようです。で、前から見るとこんな感じで、後ろから見るとこんな感じ。大きさは77センチ、高さが18センチ、幅が17センチだそうです。でかいですね。こんな感じで専用台座があって、これも一緒に作ります。いろんなポージングができるので、ディスプレイパターンが無限大と書いてあります。音声付きのハイグレード専用台座も販売予定みたいです。こういうのはね、プレミアム定期購読になりそうです。別料金。こちらはダイキャストパーツで作られているようで、塗装もリアルにウェザリングしてあって、そのままかっこいい状態になってるみたいです。このスープバイクはマンダロリアンのシーズン2のチャプター9保安官で登場しているそうです。シリーズガイドはキャラクターについて、ドラマに登場するさまざまな登場キャラクターたちを紹介していきます。ストーリーガイドでマンダロリアンの物語各1話ごとの場面写真やコンセプトアートとともに紹介、名シーンを数々振り返っていきます。ビークル&スターシップではマンドーが乗っているレーザークレストや改造型 N1 スターファイターといったマンダロリアンに登場するたくさんの乗り物たちを紹介してくれます。ロケーションでは序盤に登場する氷の惑星パゴトンやグローグーと出会うことになったアーバラセブンなど、マンダロリアンの舞台となった惑星や街を取り上げていきます。これ面白そうですね。はい、それでは創刊号早速作っていきましょう。創刊号で作るのはじゃん、ヘルメットっぽいこちらです。頭部、ライフル
重心を作る。サッシの外し方は真上に引く。これで取れます。試験販売の創刊号では頭部、ライフル、重心を組み立てていきます。大迫力スケールモデルの組み立ては、まずはマンドウの頭部とライフルの重心から始めましょう。細かいパーツもあるけど手順はとてもシンプルです。ということで、ここにパーツリストがあって、パーツリストはこうちゃんとパーツの名前が全部入っております。それから気になるのはネジですね。ネジ ABC が入っていますが、こっちも袋付きで ABC って書いてあります。これはめちゃくちゃわかりやすい。こうなってるだけで組み立てやすさが30倍ぐらい上がります。これはいい。ネジに名前がついてるし、さらにネジのサイズも書いてあります。これめちゃくちゃ親切です。それからキーンっていったね。これがおっとネジ止めしてある。ネジ止めじゃなかった、ワイヤー止めしてある。これは後にしよう。素材は書いてないんだけど、これもダイキャスト、金属でできています。わお、こんな薄っぺらくできるんだ。すごい。左耳のカバーとか、この細長い系は重心ですね。よし、じゃあ作っていきましょう。厳重だな。まずはヘルメット顔面の裏側の6箇所。これじゃなかった、これだ。ヘルメットの顔面の6箇所、12345にこの黒いパーツをはめます。でここは B ビスで留めます。ということで、ちゃんと B って書いてあるのでめちゃくちゃ分かりやすいです。で付属のドライバーがついています。もうこれ家に100本ぐらいあるんだけど、誰か欲しい人いますか？100本は言い過ぎだな、盛りすぎた。よし、じゃん。いいね、ぴったり、隙間なし。次にこのヘルメットをここにガシャンとやるんですけど、こうして回転させてはめる。で C ネジで留める。これは平ネジなのではみ出ないように留めるらしい。いいかな。ちょっとネジが浮いてる。カチャカチャはいいのかな。ちょっとカチャカチャする。カチャカチャしないように、ここもネジ止めでした。ネジ。見えない。どこまで行くんだ。行ったんかな、ちゃんと。全然はまってない気がするけど。これ一旦最初ネジ切ってからの方が良さそう。うわ、できた。これワッシャーネジにしてほしい。何これ。こんなもんかな。なんかネジで留めた意味ないんだけど。はい。そしたら短い方が前で、ちゃんと穴に入れんと折れる。ギュッ。
ここになんか穴が上に開いてるのを上にしておかっこいい。そしたら次左耳カバーをつける。じゃん。はい、これで今回のヘルメットは完成です。気になる。次はライフルの重心を組み立てます。このサビ感がめちゃくちゃいいですね。これに D 型の穴になっちゃうけん、これをそのままそしてここもまた D 型になっちゃうけん、どっちもだ。どっちかな。短い方を硬い。あ、違う。ちょっと待てよ。いや、合ってる。買った。ぎゅっ。入った。あれ、この向きあったかな。いいんだ。 D 型だけこの向きにしか入らんけんいいんだね。そしたらまたこの D 型の穴に見える？あんまり見えんね。これを刺します。ギュッ。入った。パチンと入りました。結構長いね。これでライフル重心が完成です。色がいいね。これで創刊号の組み立ては完成です。かっこいいね。それでは気になる総額です。こちらのスター・ウォーズ・ザ・マンダロリアンは全部で110号で完結となっております。金額は創刊号が490円、2から110号が1999円の総額は21万8381円となっております。特製マガジンケースは金額が未定でした。この真っ黒にスター・ウォーズのマンダロリアンって書いてあってかっこいいです。それからこちらの音声付きハイグレード専用台座、このディスプレイケースもついているんですけど、こちらの値段も未定でした。金額はすべて税込み金額です。試験販売から全国販売になったら金額が変わることがよくありますので参考程度にしてください。それから定期購読の読者全員プレゼントについて、こちらは創刊号から25号までの購読でダークセーバーミニチュア、こちらがついてきます。モデルと同一スケールなので完成したマンダロリアンに持たせれば名シーンが再現できるということで、これはブレードありブレードなしも楽しめます。こちらが初代マンダロリアンタービズラによって作られたという黒い硬派を持つダークセーバーです。白い光に包まれたこの武器は数々の戦いで活躍しました。はい、こちらは全長26センチ ABS でできています。マンダロリアンをもう一度見たい方やまだ見たことない方、スター・ウォーズのマンダロリアンはディズニープラスのサブスクでしか見ることができません。概要欄にディズニープラスの URL も貼っておきますので、そちらから申し込みをしてマンダロリアン見てみてください。結構シリーズがたくさんあるので楽しめると思います。それでは2号以降の紹介をします。2号では9月3日発売、フラッシュライトとライフルとグローグの頭部を早速作ります。3号ではライフル右耳カバー、頭部ジョイント、左フロントアーム、結構盛りだくさん。そして第4号は9月17日発売、右フロントアームと右腕。5号では9月24日発売、フロントポストとフロントアームを組み立てます。5号までで結構形になりそうですね。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。今回は地域限定販売のスター・ウォーズ・ザ・マンダロリアンのギミック、総額、組み立てなどを紹介しました。3作のチャンネルではデアゴスティーニさんやアシェットさんの発売される模型の情報を動画でお伝えしています。興味のある方はチャンネル登録、いいね評価もお忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだんまた見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレ夢ムです。今回も探索の動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。